こんにちは。仕事に役立つ文房具の店店の仕事道具店の店長店です。今日はインスタでミスを防ぐのに役立った方法や道具というのをアンケートでね聞いてみたので、その内容を整理して紹介していきます。みんなミスをね防ぐために結構いろいろと努力をしていて大変参考になりました。ぜひ同じ悩みがある方は最後までご覧ください。まずはね、インスタの方でアンケートにご回答いただいた方々、本当にありがとうございます。たくさんね、ご回答いただきました。で、まずミスのタイプについて、今回いただいた回答からは、ミスのタイプを大きく2つに分けて、それぞれのね、回答を分類することができました。1つ目は、そもそもやり忘れちゃうということ。頼まれていたこととか、あとは締め切りをね忘れていて、その仕事や頼まれ事がもう間に合わないというミス。誰しもね、一回はこんなミスをしたことがあるんじゃないでしょうか。私は特にね、昔からミスが多い方なので、このシチュエーションっていうのはね、もう思い出せないほど多々ありました。だいたいね、退社後とか家に帰る途中、シャワー浴びてる時、寝る前とかにふっと、頼まれ事やらずに家帰ってきちゃったってね、思い出したりとか、当日の朝にやばい締め切り今日までなの忘れてたって飛び起きて早めに出社して、でお昼ご飯とかはねちょっと食べれずなんとか終わらせるとかね、ちょっとなんかこの話をしていてその時の焦りとか後悔の気持ちを思い出したせいか、なんかちょっと気持ち悪くねなってきました。こういうミスをするときは、大体頼まれたことをメモっておかなかったとか、締め切りをメモってはいたけど、そのページを見返すことがなく、そのまま忘れ去っていたりとか、メールもらってたけど、そのまま既読にしちゃって忘れてたみたいな感じ。あと締め切りの日時勘違いしていたとかっていうのがミスの原因かなと。で、二つ目は注意散漫やうっかりなどによるケアレスミスです。学生時代のテストなどでケアレスミスからね、長年悩んでいる方も多いんじゃないかなと思います。学生時代テストが終わったら、見直しをしましょうとね、先生から何度も言われて育ってきた人が多いかなと思うんですけど、テストが終わった達成感から見直しをせずに私はね、ぼーっとしちゃうことが多くて、たまに気が向いて見直しするとほぼ 100% 何かしらちょっとしたミスが見つかる。で、昔からケアレスミスが多いタイプだったので、今回ねフォロワーさんからたくさんミス防止策が送られてきて、仲間がいるなとほっとする気持ちと、なるほどそんな方法でミス対策をしているのかっていうね気づきがありました。社会人になってからは一つのミスが原因で、やり直しが発生したりとか、引き継ぐことがね困難になったりとか、何度も同じようなミスを繰り返すことで、信頼を失って、査定にね響いたり、何よりも自分自身に対して自信がなくなって仕事が嫌だなと思ってしまうきっかけになってしまうっていうのが多くて、このケアレスミスを防ぐことが仕事をする上で本当に重要だなと感じています。また寄せられたアイデアの中には、そもそも依頼内容をね汲み取りきれないとか勘違いしてしまうことに対しての、対策もあって、仕事はねコミュニケーションも大事で聞き出す力も必要だなと気づかされました。ちょっとね前置きが長くなったんですけど、この2つのミスに対する対策をアイデアを分類してね紹介していきます。一つ目のやり忘れ防止に対する方法なんですけど、まだまだちょっとアイデアがあるので、さらに4種類にね分割して紹介していきます。一番多かったアイデアは、依頼されたらすぐに見える化をするということ。ホワイトボードとか、あと付箋に書いたりとか、メモスタンドに書くようにしているそうです。忘れないように目立つ場所や自然と目に入る場所に書き込むことが大切ですね。コメントにあった緑のメモスタンド横型やる事柄っていうのはこの商品です。職場のデスクの上とか家の玄関やキッチンなど場所をね選ばずに置けそうで、確かに便利そう。私も今の家に引っ越してからデスクの上にホワイトボードを設置して、先のこととか、納税のね期限とか、あと落ち着いたタイミングでこれちょっとちゃんとやっときたいなと思ったアイディアみたいなのを貼り付けておいています。
2つ目もね、1個目と同じくらい多かったリマインドするという対策。スマホの機能やアプリをね、使っている方が多いようです。私は Slack というチャットツール使っているので、それでね、リマインダーを設定したりしています。これちょっとね、設定するのがめんどいっていうのがね、ハードルだと思うので、使い慣れたものとか操作が簡単なもので始めるのがおすすめ。なんか LINE のリマインくんっていうのがあるのが初めて知ったので、すごく便利そうだなと思いました。3つ目は、こちらはね、激しく共感した心持ちの話なんですけど、すぐ終わるものはすぐやる精神という対策。これはもう本当にね、大事だなと、社会人歴を重ねるごとに強く思っています。共有するだけのタスクとか、ちょっとした修正、メールやチャットの返信、少し考えれば決断できることなどを後回しにせずにやるだけで、本当にね、効率的に仕事ができる気がします。ちょこまかしたタスクっていうのはなるべく隙間時間に終わらせるっていう意識を持つことで、時間ができた時に他の時間がかかる仕事にちゃんとね、時間を使えるんですよね。頭ではね、分かってるんですけど、ちょっとした時間って疲れたな、めんどいなっていうのが出てきて後回しにし、そのままね、忘れるということも、とにかく無心ですぐやる。ただそれだけとね、感情を持ち込まないのが大事な気がします。はい、4つ目、思い出す習慣を身につけるです。毎日見る手帳やノートっていうのを決めて定期的に見直すことで忘れるっていうことを防止するアイディアですね。コメントにあったラコニックの ToDo ノートはこちら。私もね、一時期これ使っていました。すべての ToDo をここに集約しておけば、もうここを見るだけで忘れちゃうことをね、防止することができそうですね。ご飯食べたり歯磨きを忘れないのと同じように、やらないと違和感があったりとか気持ち悪さがあるくらいに習慣化できると、もうぐんとね、うっかり忘れっていうのが減りそう。私はちょっと手帳とかよりはスマホを見るタイミングの方が多いので、なんか良さそうなアプリとかね、探してみようかなと思いました。後半は悩んでいる方も多いケアレスミスを防ぐアイデアを紹介していきます。で、こちらもちょっと分類しまして、作業前、作業中、作業後と時系列順にいただいたアイデアをね、整理して分類しました。まず作業前にやっておく対策を紹介します。一つ目は自分専用のマニュアルを作ること。これね、私も作っています。すごくね、ミス防止に役立ちます。ミスしやすいところとか、あと自分のね、過去の失敗なども書いて、再発防止にね、努めてます。また自分のミスの傾向が分かっている人は、自分の弱みチェックリストを作るっていうアイデアもね、すごく良さそう。また作業する前に何を頼まれているのか間違えないためにも、すり合わせをしっかりすることで、無駄なね、手間とかミスが減りますよね。さらに他にもミスはどうやってもね、起こりうるので、起きた後にどうするかを考えておくというようなね、少しね、管理職的な目線のね、アイディアもありました。失敗した後のセーフティーネットあると結構心理的に安全ですよね。そして次は作業中ですね、にミスを防ぐアイデアで、まずは手順を遵守するという意識。個人的に料理するときにレシピ通り作るというのがね、なんかいい訓練になる気がします。あとは迷ったら聞く、あやふやなまま作業に取り掛かるともっと迷惑がかかることもあるので、覚悟を持って聞くしかないですね。で、他にも焦り出したら第三者目線の自分を呼び出して冷静になるというね、面白いアイディアがありました。とにかく作業中は目の前のことに集中し、あやふやなところで悩むことがないように手順化とかルール化することで、皆さんね、ミスを減らしているみたいです。ぜひぜひお試しあれ。で、最後は作業後に未来の自分のためにしておくことを紹介します。作業中にミスをしてしまったときは、日付とその改善策を書いて次回に向けて対策をする。で、あとは作業中からなんですけど、作業終了前までに数回指差し確認やダブルチェックなどで確認をこまめにしておく。作業中に何か変更を加えたり中断したり判断を伴うことがあれば、理由をね、ちゃんと残しておく。作業が終わった後とかミスをした後っていうのは、次回のためにたくさんの気づきと改善点が思い浮かぶので、それをね、知見として貯める方が多いようです。というわけで、そもそも忘れちゃうというミス。
あとはケアレスミスの対策のアイデアを紹介しました。まだまだね、いただいたアイデアたくさんあり、紹介しきれなかったものっていうのがね、ちょっとあるんですけども、本当にコメントいただいた方、貴重な知見をいただきまして、大変参考になりました。ありがとうございます。かなりたくさんのアイデアをね、一気に共有してしまったので、こんなにできないってね、思うかもしれないんですけど、例えばね、すぐやる精神とか、リマインダー登録とか、もう少しずつできるところからね、一緒にぜひ頑張りましょう。どれもこれもね、効果のありそうな素敵なアイデアだったので、少しずつでも実行できれば、きっとミス削減にね、つながると思います。では最後までご覧いただきありがとうございます。今までちょっと月曜日に動画上げてたんですけど、今後は火曜日が多くなりそうです。はい、ご報告まで。また来週。またね。